おお、でかいでかいでかい。おお、カンパチっていう魚自体が僕の中では普段、ジギングだったり泳がせ釣りで見てるカンパチがほとんど。下にいる魚、ちょっと根魚に近いっていうイメージがすごい強いんで、それがそのトップで出てくる条件っていうのは何なのかっていうのをまず知りたい。おお、来た。あ、シイラ逃げてる。シイラ、ほら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 、シイラ逃げてる。おお、来た。これカンパチだろ。来てる。おし、乗った。あとヒラマサとのその引きの違い、よく言われるんですけど、そのカンパチとヒラマサどっちが引くのって言われるんですよ。なんか最初の引きはえぐいよっていう人が結構多いイメージなんで、トルクはすごいあるかなっていう感じがします。うわー、でかい。おお、来た。あー、外れた。これで合ってんのかな、分かんないもんな。どこを自分が投げててどういうふうにやってて、船長は今どういうふうに考えてるかっていう、意思疎通が作り上げられたところに行くわけじゃない。難しいですね。めちゃめちゃ苦しいね。まず初っ端で釣ろうなんて甘いなとは思ってはいるんですけど、せっかく来たんでなんとかちょっと引きを味わいたいっていう。あ、なんか湧いた湧いた湧いた。あそこほら、カンパチだよ。カンパチカンパチカンパチ。よし、乗った。すごいね、首振りが。何メーターだろう。何メーター。自分のやっぱり目標ではこのラインとリーダーで世界中の魚でかい小さい含めてしていきたいっていうのがあるんで、これで台湾で大きい魚カンパチと渡り合えることができれば一つ目標を達成していけることになるのかなっていうところはありますね。久しぶりだから、7年ぶりの台湾です。その時は、釣りに来たのではなくて、台湾の、アングラーの方と日本のアングラーの方との交流会みたいなので7年前に来たのかな。それぶりです、台湾は。で、今回釣りなんで台湾の海で釣りするのは初めてです。結構衝撃だったんですよね。もともとその台湾のお客様がうちに乗ってくださってて、その方と交流をしているうちに、台湾こういうのはトップで釣れるんだよっていうのを見せてもらったのが、7年とか8年ぐらい前だと思うんですよね。サイズもでかいし、結構入れ食いに近いような状態の動画を見せてもらったんで、今までそういう動画見たことあるっていうのは、アメリカでカンパチがトップで釣れるっていうのは動画、インスタでも見ましたし、実際行った方から話も聞いたりはしてたんですけど、こんな近くでしかも台湾でカンパチがトップで釣れるっていうのは、その時聞いた時から行きたいなっていう気持ちはあったんで、ようやく来れたなっていう感じです。
でかい。でかいですね。すごいね、通路が長い。キャビンもでかいし。何メーターですか24。24、24メーター。あんまりキャスティングしてる人たちはいないんですか？台湾は少ないです。少ない。じゃあ、多分今から流行ってますかあ、ら。今から。今年は多分何人いますよ。昨日は30キロくらいのカンパチと平正平正。がいた。平正もいるんですか？はい。ええ这个前干吗？平正。大まかなその情報で、10月ぐらいから、まあ、春にかけてカンパチがトップで釣れるよっていうのを聞いてただけなんで、今どういう風な海になってるかっていうのはほぼほぼ何も知らない状態です。まあ、どういうことが起こってもなんとなく対応できるようにしようかなと思ってます。まあ、タックルは平正と一緒で6、8、15でリーダーが100ポンドから、150ポンドぐらいまで。なんでいろんなルアーを持ってきました。ポッパーから、大きいペンシルからシンキングから、そのパターン的なものがもうこの何日間で分かれるとはちょっと正直思ってないんで、なんかそこにちょっと、少しでもこうフォーカスして釣果につながるようなアクションとかルアーのサイズとかそういうところを合わせてなんとかちょっと1本もう何キロでもいいんで釣ってみたいなっていうのは正直なとこですね。ベイトがカツオだって言ってたからすごいな。カツオでもまあ泳がせだとね普通にカツオ食うとかあるけど表層にカツオ追っかけてカツオが逃げてるところには投げるなって追い込んで食われる前にナブラがあったら投げろ。すごいリアルな説明をしてくれましたよね。ドキドキしますね。こんなで3、40キロ出てきたらすごいですね。大興奮ですね、これ出てきたら。そこまで意識したことないけど、この朝間詰めはホッパーが効く時が多いような気がしてるぐらいな感じです。あと周りにこう磯とかこう目立つものがないんで若干深場のポイントかなと思うとちょっとポッパーでアピールしてみようかなという感じです。35メーターぐらいなのかな。潮早いですよね。どんどん風に流れてる。一番浅いとこで何メーターぐらいですか？一番浅い32メーター。日本だったらヒラマサいっぱい釣れるポイントです。もう何回も流したもんね。何回も流したんでちょっと一回探りを入れてみようかな。反応が浮いてたり鳥山があったりとかナブラがあったりしたらだけど何メーターか知りたいな。65メーター。ああやっぱりそれぐらいは言ってるのは沈めてても70メーター以上出てるから。落ち着いた。この斜めの
お、当たったぞ今。斜めに引いたときにどう反応するかですね。縦の釣りと横の釣りで。男女群島もこういうポイントいっぱいあって、まあ、トップではね深いところでも出てくるんですけど、カンパチはあんまり出たことなくて、まあ、沈めたり斜めにやったりすると食ってくるんで。中層のグルクンについてたりするのと、もうボトムについてるのと、トップにいるやつはやっぱいまいち分かってないんで、なんか鳥とかいたらねすごい判断できやすいんですけど、そうだね、30キロとか40キロは出てくるんですね。でっかいルアーで十分だね。70。はいはい、急な山出てこい。なんか船長の中でこうした方がいいみたいなのあるのかなねえ。もっと早く引いた方がいいとか、ルアーが小さい方がいいとか。船はこう流れていくんですか？はい。船長の話ではこっちから流れてますから、魚こっちにいます。うん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 。OK。啊，这样子啊，这个地方本来是这样子吧，啊，是只有这样子，大概就没有很大哦，这个点，然后这个地方跟这里是这样子。この石はどんどんここが残って45から40。40。ここが一番浅い。这边最浅，这里，ここが一番浅い。这样就它这里是它是一个就只有一个，刚刚就像一个炸弹的形状，一个胶。小さい。今のは山みたい。啊，这里也有时候也有大鱼在这里。この辺も結構大物が出る。ああ、流れがこっち側。あ、じゃあ1時間後のチェンジの。大概还一个あと多小1时。時間ぐらい。はい。OK です。谢謝。ありがとうございます。どこを自分が投げてて、どういうふうにやってて、船長は今どういうふうに考えてるかっていう、その意思疎通がかなり新規っていうか、作り上げられたところに行くわけじゃないから難しいですよね。お、根があるそこに。お、来た。いるよいるよ、いっぱい。ほら、何これ。あー、なんだこの、だからダツ、恐ろしいダツの群れで。やっぱ東風だと潮風逆なんだな。この景色からカンパチが出るってイメージがないね。ヒラマサが出てきそうですねこれ。すごい大都会。
現実を見た一日だったかなという感じです。なんか対策を考えられるのか。でもまあそんな域にも行ってないよね。やっぱなんで釣れなかったのか、なんで釣れたのかっていうのが分かるまでには相当時間かかると思うんで、地元の方たちともうちょっとそのコミュニケーションがもし取れる状況になれば、かなりまた来たらいいシーズンとか、来たらいい潮とか、来たらいい風の向きとか、そういうのが細かくだんだんこう分かるようになってきて、確立されていくような感じがするんで、まずこう初っ端で釣ろうなんて甘いなとは思ってはいるんですけど、まあ、せっかく来たんでなんとかちょっと引きを味わいたいっていう。そうですね。そのためにはちょっと諦めずにあの手この手を尽くして頑張ります。たまにね、男女群島とかでもカンパチ釣れる時あるんですよ。うちでも18キロまでトップでカンパチ釣れたことあったんですけど、全くなんで釣れたかがわからない。でもまあその台湾の方たちがその時期を限定して、この時期はトップで釣れるんだっていうことが分かってるのであれば、なんでそれが釣れるのか、どういう条件で釣れるのかっていうのは知りたいですし、あとヒラマサとのその引きの違いで、僕の中で印象的にはですよ、僕の中でちょっと引きの質は違うんですけど、カンパチは根魚にちょっと近いんで、上がってくると、まあ、ある程度ちょっとギブアップして泡吹いてボーンって上がってくるんで、でもヒラマサは最後まで首振り続けてすごく引くっていうイメージ、質は違うんですけど、引くっていうイメージでいけばなんかヒラマサの方がなんか粘り強いかなっていうイメージがある。でもそのボトムにいるから泡吹いて、まあ、ギブアップして上がってくるわけですけど、そもそも上にいるカンパチが浮き袋が膨んでない状態で引くとなれば、ヒラマサとどっちが引くのかなっていうのは結構正直気になるところでもありますね。そのサイズ、同じサイズだったらどっちが引くんだろうっていうのも知りたいですよね。あとまあ実際そのカンパチが目の前ですね、トップで出てきたらめちゃめちゃ興奮すると思いますよ。こっちに流れてるよね、多分ね。流れ物が多い。反対側で繋がってるのかな、後ろで。おお、ダツ。なんかダツが食われた。攻撃されて。ダツが攻撃されて茶色い何かに食われた。カンパチ？あの向こうの潮目？かなり向こうの。ほら出てるじゃん。ダツが飛んで、めっちゃ飛んでるよ、ダツが。何かいる。あれ？タチウオ？ダツ？
おお、脱激しい。あ、違うのがついてきてる。違うのが昨日からいるちっちゃいのなんだろうな。気になるな。なんかつむぶりみたいな、なんかちょっと違うやつが。なんとか食わせれないかな、あの子たちを。あ、これか。これでいってみるか。これで。シンキングルアーで。あれが何か知りたい。ダツじゃないのかなこれ。なんか来た。ダツっぽい引きじゃないな。青物っぽいね。首叩いてる。え、青物だ。つむぶりでした。つむぶり。これだ。追っかけてきてたのは。サイズがまあこれぐらいでもそうですけどね、クエとかカンパチの泳がせの餌にもなります。レインボーランナーです。へいお待ちって感じだねこれね。すごいいい雰囲気。めちゃくちゃ釣れそうですね。いないわけないって思うような条件ですねこれ。頭の中がカンパチになってるけど、イソマグロ、GT、サメ、和風、シーラ、カジキ。あとなんだ、何が出てきてもいい状況ですよね、これは。これで合ってんのかな、わかんないもんな。8。その先をどうするか。なんかね、ずっと空いてればフットワーク軽く、今船長から今釣れてるから今来た方がいいよって言われて、すっていければそうですね。一番ベストだけど近いし。はい。ここに手的にいただいてるんで今、ここを台湾の2回目のアタックにちょっと当てて、1月の後半か2月の頭。
まあ、としてはショートで出すのと、あと今回のファーストトライ置いといて、もう一回来年ああ、やってやらせてください。連れて出す。店長、バリバスからの提案なんですけれども、来月11月に私の船でひなまさキャスティングゲームの聴講をするんですけど、もしよかったら一緒にちょっと台湾と県外とキャスティングゲーム盛り上げていくのに日本の方に、遊びに来てくださいませんか？很荣幸接受他的邀請，可以去。心から感謝してます。ぜひ参加したいと思います。うわー、伝えました。ありがとうございます。本当ですか？シェイシェイ、ありがとうございます。よろしくお願いします。お待ちしてます。いやー、船長来てもらえるの嬉しいな。めちゃくちゃ楽しみ。うわー、でかい！出たぞー！でかかったね。針には触れてなかった。今の何だったんだろうね。すごかったよ。波紋と音と。何メーターなんだろう。深くなる手前に1個根があったのかな、もしかしたら。少し潮目が入ってるね、そこに。そこだね、そこが一番浅いね。ここに根があるよな。おお、来た！やっぱ根の上だったのかな、今の。なんかこう出し切れたのか出し切れてないのかもちょっとわからない感じのまま終わってしまったんで、まあ、ただただちょっと悔しいかなっていう、一言ですかね。まあでも昨日より今日、まあ、すごくいい感じでできましたし、今日より多分明日よりも明後日の方が絶対に多分こう海のことだったりとかベイトのことも、船長とのそのやり取りもどんどん多分上手くなって、会っていくとまた魚も出てくるのかなっていう感じはしました。まあでも最後ドキドキしましたね。条件バッチリだったし、でかいバイトあったし、あれでかかるかかからないかもう紙一重ですからね。そこが面白いからハマるんでしょうね。是因为上次田代船长也有来我们基隆北海这边钓鱼，那也有体会到说船抛活动的一些概念和想法。然后因为我们船抛在台湾的话是算比较还在刚启蒙的阶段，
那想说来日本看看有哪一些不一样的地方，哦，因为想说年轻人看有没有不一样的想法做法，然后多看看多学习一些东西，就这样。了解。主要还是想看日本跟台湾的钓船氛围有没有不一样，还有日本跟台湾的经营模式有没有不太一样。因为在台湾感觉还有很多可以进步的空间，所以在日本看看有没有什么我们可以做改进的。魚の反応も見ずにいるであろうと想定をしてルアーを投げ船をつけるように心がけて僕はやってます。選手でかいよこれ。でかいでかい。ほらほら。頑張って。ファイト船長。いやーすごい船長やりました。对于这次来日本，来钓游2天啊，对于日本这钓鱼环境的生态保育是比较深的感受。他们甚至钓到鱼上来之后，做记录、打标签再把它放生，这是我们在我们那边都没有做的这一件事情。那对于这个动作，对于海洋永续是非常重要的一环，这在我们那边是比较欠缺的一点。其他各方面就是船速是快，对，然后我们因为船只的关系就没办法是。其实因为我们在我们那边钓鱼的时候是节奏比较快，然后可能就是下竿之后1次2次10分钟以后就要再换点。那他们这边的是会把距离拉长一点，不要让船只去干扰到鱼啊，这是跟我们比较大的一个区別。実際日本のヒラマサキャスティングゲームを見てもらったのはすごく嬉しかったので、また来年台湾に行くことをすごい楽しみにしてますので、その時はまたよろしくお願いします。谢谢你邀请我来这里搭你的船，一个很棒的一个体验。然后我会把不一样的想法带回去台湾。谢谢你。期待下次你也来台湾，一起再坐我们的船出去。好，谢谢你，谢谢你，谢谢，ありがとうございました。どういう風な海になってますかね。ちょっとすごい楽しみですよね。着きました、台湾に。ちょっと寒い。あ、船長。はい、船長どうも。好久不见了。お久しぶりです。お久しぶりです。4ヶ月ぶりの
台湾ですね、一番この心配していた、土俵にも立てない、海に出れなかったらちょっと土俵にも立てないんで、まずそこはちょっとクリアできたことがすごく非常にありがたく思ってます。で沖に出てみないとやっぱりその船長も、僕も多分どうなるかなんていうのはわからないんですけれど、ちょうど船長潮的にもすごくいいからいいんじゃないかっていうのを言ってくださってたんで、そこに期待もしつつ、日本でもう準備はしてきたんですけれど、新しい P ライン巻いてリーダー組んで、前回ちょっと持ってこなかった大きめのルアー、タチウオをベイトとして食べてるっていうのも前情報として聞いたので、ちょっと大きめの、プラグですねを持ってきたり、ポッパーもちょっと追加したりして、やり残したことがないぐらいちょっと、あの手この手でちょっと攻めてやってみたいなと思ってます。上一次田代船长来的时候是，我们刚好一个那个好天气十几天的最后那几天，那这一次的话是封面过后的第一两天，所以效果会好一点，因为刚好鱼休息了一阵子，是。結構悩んでたんですけど、8号が2セットと10号が1セットで、6号は今回やめたわけじゃないんですけど、一応予備として6号は持ってきてます。っていうのはそのなんか事前情報だとそんなにこのサイズが小さな魚が出てないような感じだったので、6も8もそこまで飛距離が変わらないのであれば、もう8号下を8号にして、あとはでかいサイズにボコボコ出るようだったらもう10号でやろうかなと思って、今回は8号10号で、水深によってちょっと深いところをやるようなことがあれば6号でもやってみようかなと思ってます。然后那今天现在目前风浪稍微大一点，那我们慢慢开出去，到天亮之后风浪就会好一点，是应该会有好的成绩。よし、出てこい化け物カンパチ。これ40キロとか来たら強烈だろうね。想像がつかない。なんか49メーター浅くなってきてる。平正ならこれでも出る。あ、なんか湧いたあそこほら、ナブラほら、でかいカンパチだよ、カンパチヒーラ食ってたよ。しまったよ、ナブラちょっと電話に乗っかっちゃった。距離を見誤った。シーラ食ってた。モロカンパチ取れた。すごかったね。ルアーでかい方がいいんじゃないの。いやー、ちょっと距離間違った。マジで今ちょうど狙いすぎた。カンパチのサイズとベイトのサイズ見たら
これでも小さいぐらいだったかもしれないですね。燃えてきましたよ。お、シーラ。シーラ。お、シーラ。お、シーラが食ったの？イエローヒン。おお。キハダ。10月見れなかったですけどね、水温低くても全然関係ないですね、キハダ。ナイスです。晩ご飯。お、飛び魚。そろそろかな。54メーター。おお、来た。あー、外れた。うわ、ダツがすごい飛んでるわ。一瞬乗っただけ。バイト。ダメだな、なんかバラしてばっかだな。ダツ食ってんのかな。明日も朝一のナブラを釣り切らないと釣れないかもしれない。あのナブラだね、やっぱ。もう俺はもうあれが後悔するわ。あれを仕留めれなかったのが。お、来た。来てる。おし、乗った。よいしょ。かかりどころ悪いな。よいしょ。おお、引きますね。おお、カンパチだ。おお、サイズの割にはすごい引く。はい、行きます。おお、引く引く。
ごい見事な魚体です。さっきからここのポイントずっとバイトが続いてたんで、もう可能性しか感じてませんでした。引きはね、平正と同じで水面近くまでかなり首叩いて粘って引いてました。よく引いたと思います。狙った魚が釣れると本当嬉しい。13キロかな、13キロあげます。はい、ありがとう。笑われるかもしれないですけど、可愛いカンパチはすごい可愛く見えます。透き通っててちょっと茶色っぽくて、とにかくなんかこうキラキラしてるっていう。で、目も少し青みがかって大きくて、上がってきたらなんかくる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 こっちを見てるんで、すごい可愛らしいです。まあ、引きはいかついですけど。GT もいますからね。ベイトがカツオっていうのも聞いたんで、この泡でこうカツオが上で湧いてるような感じにできないかなと思ってるんですけどね。なんかアメリカの方の動画でカンパチをトップで釣る動画だとホッパーも結構出てるような動画だったと思うんですけどね。かかってから油断はできないかなと思ってます。何せ地形がわからないですからね。やっぱ最初からもう根ずれするもんだと思ってファイトしないといけないかなと思ってやってます。青花鱼比较多。今がサバが一番多い。あ、サバ。サバ。サバですか。ダツかと思った。違うんですね。他以为是蛤蜊、青魚呀。哦，青魚我们水面都看得到啊。水面がダツがたくさんいるけど、でもやっぱり中層にいるサバサバが。食べてるんですか。如果以前我在这里钓的话，有猎我会钓到黄金。サバとかあとイサキ。イサキ。イサキもいる。たくさんいる。あ、そうですか。意外なベイトでした。わかりました。OK です。ありがとうございます。シェイシェイ。どこにいるのかな、カンパチちゃんは。条件いい。すごく。風向き変わったかな、南東に、西から。朝西だったですよね。波の感じもすごくいいし、ボコッと出そうな気がするんだけどな。これだいぶ緩んだんじゃないですかね。チャンスかも。船長に今スピードがどれぐらいか知りたい。2.3。はい。あ、だいぶ落ちた。さっき4とかだったから。2.3 ならすごいいいかもしれない。わからないけど。平間さんなら。
船長10月と同じポイントを、今この2月もやってるんですけど、なんでこの時期にこの同じ場所にこの浅いところにカンパチが集まるというか、こうトップに反応するようになるんですか？其实每年的12月底、元旦左右，这附近就开始会聚集大鱼、大昂竿，就会在这附近。那去年我们10月底来的时候的，刚好是因为一个好天气的十多天的长天气周期的末端，最后那几天，那每天这里有非常多的船在这里钓鱼，所以会比较影响鱼的救活状况。那我们这次是从3天前风浪还很大就开始出来，在这里就一直比较会有机会等到钓到的机会。あ、シーラ逃げてる、シーラ。ほら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 、シーラ逃げてる。ほら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 、シーラシーラシーラ逃げてる。結構遠い。シーラが逃げてましたよ、カンパチに追われて。ちょっと大きいルアーに変えてアピールです。残り1時間半ぐらい。いい風が吹いてる。お、来た。これカンパチだろ。おい、食え食え食え。あー、カンパチだったね、多分今のは。さあ、でかいルアー作戦。まあまあやる気ありましたけどね。あと100投も投げれないね。お、当たったぞ。ああ、お、まだいる。おい、来い。おお、でかいでかいでかい。おお、よし、乗った。すごいね、首振りが。何メーターだろう。何メーター見えない。 40？ おお、よし。
見えた見えた。でかいよ。はい。ああ入るかな。入ってよいしょ。不要大鱼，不要大鱼。よし入った。おおやったありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。やった聞いたやった緊張したやっぱ狙い続けて取れたら嬉しいですね。1匹は最高です。でかいでかい。恭喜恭喜。いやーやった終于。安冠本冠トルクがありました。なんか引きにスピードっていうよりもすごい大きい。このサイズ飛び上がってきましたよ。びっくり。いやーシーラ追ってたからね、なんかすごいでかいプラグに変えてよかったです。本当に皆さんのおかげで取れた1本でした。嬉しい。よいしょ。いやー元気。いたいたいた。バイバイ。大丈夫大丈夫。泳いでた泳いでた。ありがとうございます。シェイシェイ。結果的に言うと、できすぎた結果だったと思います。本当船長がね諦めずにずっと流し続けてくれて、取れた魚だったと思います。2回来ただけだったらですね、そのなんか釣ったっていうよりもちょっと状況がまだはっきり分かってない状態で釣れたような魚だったんで、分かってないところもまだまだいっぱいあると思いますけど、ヒラマサとの引きの違いだったりとか、ヒラマサキャスティングと比べてどういう感じのパターンかっていうのは、今回いろいろ経験できたので、本当にいい実りのある、兆候になったと思います。第一天风浪稍大哈，是对意志力的一个，还有钓鱼的一个考验。那第一天也还不错，都有钓到鱼。然后第二天的钓况就有来追饵，一直都没有钓上来。到今天第3天，就一直持续的这种，就差一点点的运气。那就是考验着钓手们对于意志还有体力的一种非常大的一个考验。船長本当に、今回も、夜明けから日暮れまで遅くまで頑張っていただいてありがとうございました。恭喜你钓到，在台湾可以钓到这个成绩，也是非常不错的一个成绩。然后对你的毅力跟体力也非常的佩服你。期待以后很快可以再见到面，再一起来钓鱼。今回ですね、最大の目標であったカンパチをキャスティングで釣るということを、達成することができて本当に嬉しく思います。まずこの企画をですね、受け入れてくださった、バリバスさん、そしてこの全てに関わって、サポートしてくださったみんなに本当に改めて感謝の気持ちでいっぱいです。興味本位で行ってパッと釣れる1本、もしくはすごく自分が苦労して取った1本、どっちの1本にももちろん価値はあるんですけれども、その1匹を求めるスタイルが僕はすごく好きなので、これからもバリバスのラインとともに自分にとってすごい価値のある1本、ストーリー性があるような1本、そういう1本をこれからも追い求めていきたいと思ってます。
もともとカンパチの映像を見せてもらったのはフランクさん。ER サンライズ。で、ちょっと恥ずかしいんですけど、こんなに自分が魚を釣ってみんなに喜んでいただいたのが多分初めてだったんで、またそれをすごい思い出に残って本当に嬉しかったです。普段ガイドをしてる側としたらいつもそういう場面には遭遇するんですけど、改めて自分がその逆の立場になった時にこんなに嬉しいものなのかっていうのをまた再認識 しました。すごく胸が熱くなる兆候になりました。また、挑戦しに行きたいと思います。本当にありがとうございました。やっぱ巨匠、未来は誰にもわからないね。最後の最後で未来は誰もわからないね。最後の最後はね、やっぱ釣りはこれがあるからやめられないね。